でこのつま先にはこいつをくっつけたいと思います。はい、こんにちは。カジュアルな黒い靴やっていきます。前回すくい縫いができました。こんな感じでストームウェルト、ここにポコッとこういう突起があるウェルトを縫い付けてここまで来てますね。で今回中物やっていきます。まずここ今すくい縫いをしたここ水を切ってあるんですよね。これを元あった革で埋め戻します。こんな感じでこの水を切る時には、なるべくつながるように1本で切ってるんですけど、これを元あった場所に戻してすくい縫いをした溝を埋めておきます。じゃあまずコルク1段目、僕の作る木型はこの部分に横圧サポートが効いてるんでちょっとねへっこんでるんですよね、中底が。なのでまずここのへっこんでる部分にコルクを入れます。で境目の部分段差があるんでこれを平らに削ります。そしたらここにシャンクを入れるために糊を塗っておきます。これがシャンクです。スチールシャンクに布テープを巻いたやつですね。こいつにも糊を塗ります。シャンク貼り付けます。かかとからこの土踏まずのあたりまでをこう支えるように入れますね。こんな感じですね。じゃあ次は全体にコルクを入れるので全体に塗っていきます。中物っていろいろ選択肢があるんですけど、僕は板コルクを使ってます。でコルクも練りコルク、ボンドみたいなのと粒のコルクを混ぜてペースト状にしてのを塗るっていう方法とか、あとは粒コルクに松ヤニを混ぜてペースト状にして塗るとか、あとはコルクじゃなくてフェルト入れるとか、タールフェルトっていう、ねちゃっとした屋根の防水に使うようなのを入れるとかね、いろいろあるんですけど、僕は板コルクになんとなく落ち着いてますね。理由としては一番に作業性がいい、加工性がいいっていうところですね。やりたい形、作りたい形を簡単に綺麗に作りやすいっていうところですかね。あと結構最近もうコルク薄めに削っちゃうんで、クッション性とか沈み込みとかは僕は今の時点ではコルクにあまり求めてなくてですね、だから逆に薄く削れるのって結構板コルクで、練りコルクってちょっとね薄く削ろうと思うとボロボロ剥がれちゃう可能性があって、その点作業性がちょっと悪いかなという、今の時点ではね思ってますね。僕が今思うコルクの役割としては、沈み込みとか、クッション性とかというよりはソールの形状をきれいに作るために中底と本底の間を埋めてくれる役割みたいな、そんな認識が結構強いですね。これはその作り方とかいろいろもろもろによって変わってくると思うんで、今僕はそんな感じそんな感じに考えてます。あとはタールフェルトみたいなのって防水性が高いんで、それを入れるとそのアウトソールから水が侵入してきにくくなるっていう、それは多分そうなんですけど、あんまりね僕体感としてアウトソールから水染み込んでくるってね経験したことがあんまりないんですよね。アッパーから染み込んでくるとか、あとはその縁ベルトのあたりから染み込んでくるっていうのはあるんですけど、ハンドソンウェルトとかグッドイヤーウェルトなくて、相当ビシャビシャな地面を歩けば染み込んでくるかもしれないんですけど、でもその前にアッパーから染み込んできますね。だからやっぱり防水性っていうのは中物じゃなくてハーフラバーとかラバーソールに頼るべきなのかなという、そんなことをいろいろ考えながら試行錯誤してますね。コルク貼ります。まずかなり余っているところは先に包丁で切ります。
今回この靴ソールダブルソールです。ソールを2枚貼ります。でこれが1枚目のミッドソール 3mm ぐらいの厚みです。でこの後に貼るのがこの本底 4.5mm ぐらいのベンズ本底ですね。これを2枚重ねて貼っていきます。まずミッドソールを貼ります。まず1枚目のミッドソールを貼りました。こんな感じです。でこの面今からもう一回アウトソール貼るんで接着のいいようにヤスリで荒らしておきます。糊を塗ります。はい、本底に糊を塗って水にねつけときました。だいぶ柔らかくなってますのでこいつを貼っていきます。よし。余ったソールをカットします。でこの前コードバの完成の動画でトーブラスってやつをくっつけたんですよ。つま先の削れ防止のために真鍮の板を自分で切り出して加工してくっつけたんですけど、今回もやります。で今回はコードバの靴と違って埋め込み式でいきたいと思います。これです。これまた真鍮の板なんですけど、前のが 1mm だったのに対して今回は 2mm ですね。結構厚めのやつを使います。で、理由は今回ダブルソールということで結構ねソールが硬いんですよ。特に履き始めの最初の方はつま先ばっかり結構削れやすいんで、つま先にこのトーフラスを装着します。で 2mm ともなると結構分厚いんでこのまま貼ると結構ねこうボコッと出ちゃうんで、この今線書いてあるこのソールに線を書いてある部分をこの厚み分だけ切り取ってぴったりはまるように加工していきます。ここに切れ目を入れます。これ出し縫いをかける前にしておかないと後でやるとこの出し縫いが切れちゃうんで先にやっておきます。こんな感じに切りかけました。今このプレートはただ切っただけなんでまだ全然ぴったりフィットはしないんですけど、だいたいこんな感じでここの段差がないように削りました。じゃあ次はウェルトに出し縫いの後ウィールでつけていきます。まず水で濡らしてだいたいこれは 3.5mm ぐらいな間隔のウィールです。こんなに細かくはないウィールですね。こいつを当てていきます。こんな感じにウィールの跡がつきましたね。これが出し縫いの縫い目のピッチです。次はドブ起こしをします。今この線書いてあるんですけど、この辺りを 1mm ぐらいめくって起き上がらせます。よいしょ。
で本日最後の作業ですね。ここに今線引きました。ここに出し根を収める溝を掘っていきます。まずナイフで切れ込みを入れて、今度は斜めから刃を入れて V 溝を作っていきます。で今の溝をガリガリと広げて、はい、ということで中物できました。なかなか時間かかりましたね。いつもそうなんですよ。中物ってなんか舐めてかかっちゃうんですよね、僕。すぐ終わるだろうとか思っちゃうんですけど、全然すぐ終わんないっていうね。はい、こんな感じでソールがついたので結構見た目がより靴らしくしっかりした感じになりましたね。でダブルソールで、ソールの厚みが、1.3 センチとかそんな感じぐらいの厚みになりそうですね。結構どっしりとしてて存在感ありますね。で次回の出し縫いではここのピッチに合わせて縫っていきます。でその出し縫いの糸は今掘ったこの溝に収まって、でこのフラップを戻すとつるっとしたソールになるという感じです。でこのつま先には、ソール仕上げのあたりでこいつをくっつけたいと思います。ということで中物をコルク入れてソール貼り付けができました。作業としてはね糊塗って切って貼ってっていうそれだけなんですけど、靴になって完成してしまうと外に見えてこない部分なんで、逆にこうやって動画で残しておくのって大切なのかなと思ってます。この靴を作ってる友人がね見るっていうのもそうなんですけど、僕が自分自身が後でどういう中物だったんだっけなっていうのを振り返ったりとか、あとは僕がどういう靴作りをしているのかっていうのがすごいオープンに見える気がするんで、地味に大事な回だなと思ってやってます。はい、じゃあ次は出し縫いをやっていきます。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。